はい、タイニーシムコ45ようやく完成させることができました。こんな感じで出来上がってきました。もうねここまで来るまで何年かかったのか、だいぶね金型を何度も作り直したり廃棄もしたり、また新しいの作ったりいろいろあったんですけれども、ようやくここにこぎつけることができました。というわけで今日の動画ではタイニーシムコ45についていろいろお話しさせていただきたいと思います。まずなんですけれども、パッケージから見てください。こんな感じになります。今回3モデル同時に完成して3モデル同時発売させていただく予定です。でこれ左側からタイニーシムコ 45LW、 これライトウェイトモデルですね。で真ん中がタイニーシムコ 45SW スタンダードウェイトモデル。このモデルタイニーシムコ45の中核をなすモデルになります。この SW が。で右端がタイニーシムコ 45HW ヘビーウェイトモデルになります。この3モデルが同時に形になりました。で、まず最初に覚えておいていただきたいのがこの3モデルなんですけれども、それぞれの目玉の色を変えてあります。まず LW は赤で SW は、ホログラムで HW はグリーンの目玉をつけてあります。なのでタックルボックスの中でこう見分けるときにこれを目安にしていただければなと思います。はい、タイニーシムコのスペックなんですけれども、まずねこのボディの長さが 45mm になります。だいぶねちっちゃめです。で、重さが 7g、9g、12g になります。で沈むスピードなんですけれども、それはちょっとね細かい話になるんで詳細欄に書いておきますので、それを参考にしてください。で次にアクションについて話したいと思うんですけれども、まず覚えておいていただきたいのが、ここにねタイイングアイがね2つあるんですよ。ここにでこれの使い分けでキャラクターが少し変わるんで、それをねちょっと覚えておいてください。まずねこの後ろのアイ、こっちを使っていただくと USJ がちょっと立ち泳ぎの感じ、これぐらいの角度で泳ぐ感じになります。それでこっちで使うと最大級のこのタイニーシムコの最大級のバイブレーションを発生させます。これすごい小気味いいバイブレーションでP ラインとかで使うともうほんと手にもうマッサージ機を握ってるような感じで、もうすごい小気味いいバイブレーションが伝わってくると思います。でこの後ろアイのセッティングの場合なんですけど、まずバイブレーションアクションを最大化したいときと、あともう一つ特徴があって、障害物の回避性能が上がります。っていうのがこういう風に立ち姿勢で泳いでくるんで、何かに当たった時にこうでんぐり返しをするような形でこう抜けてくるんで、根がかりがこの後ろのアイを使うと減らせると思います。なんでこう根がかりがちょっと多めなところとか、あとウィードの中をズバズバ切りながら抜かしてくるっていうような時は後ろのアイが向いてると思います。で前のアイなんですけれども、こっちを使うと遊泳姿勢が少しだけ水平に近く、完全水平じゃないんですけど少しだけナチュラルな遊泳姿勢になります。でこの姿勢になることによってこう後ろの間とこう立って泳ぐんで早く巻くとルアーがスッて浮いてきちゃうんですけれども、前を使うとそれが少し抑えられて割とねレンジをキープしてくれやすくなります。で早巻きなんかもこの前の間が向いてると思います。でもう一ついい点が、例えばリフト&フォールとかで使うときに後ろのアイを使うとただこう落ちてスーッて落ちてブルブルっていってまたスーッて落ちてっていうアクションになるんですけれども、前のアイを使うとこのアクションの中にさらにダートの動きが入るようになります。なんでそれをうまく使うとマインド重宝みたいな感じでルアーをダートさせてこう巻き上げてくるとか、あとバーチカルにするときにジギングで使うときにルアーをピョンって飛ばしてこう 3D な動きをさせて食わせたい時みたいな時はこの前のアイが向いてます。まずボトムまで落として糸が止まったらちょっとだけハンドル
巻いてちょっとだけルアーをボトムから浮かして、それでこんな感じです。で大体の場合これバーチカルにする場合なんですけど、ルアーがこう飛んで戻ってきてピッて止まった瞬間にポンって食ってくることが多いです。でこれで食わない場合はこれを上方向に上げながらワインドしてやっていくっていうようなやり方をよくやってます。でね、このタイニーシムコなんですけれども、最初にもねちょっとえらい苦労したって話をさせていただいたんですけれども、これ何もペイントを施してないモデルなんですけれども、最初の頃はねこんな感じで中空ボディで作ってたんですよ。でもそれがどうしてもうまくいかなくて、製造上の問題でどうしてもそれを克服できなくて、最後はこういう感じでソリッドボディになったっていう経緯があります。こんな感じでソリッドボディになってます。でこうソリッドボディにしたおかげで無事に製品化することができたんですけれども、同時に内蔵ウェイトのバリエーションを増やせるっていうね、ものすごいありがたいメリットが生まれました。で、今回3モデルそれでできたんですけれども、これがね僕使ってみてできてみてすごく感じたんですけども、この同じボディでウェイト違いがあるっていうのはねものすごくありがたくて、例えばうちのルアーでスメルトヘッドっていうねジグヘッドがあるんですけれども、あれジグヘッド単体で言うとワンウェイトだけだと割と使い道が限られると思うんですけれども、いろんなね重たいのから軽いのまでいろいろあるおかげでいろんなシチュエーションで使えるようになってると思うんですよ。でそれが全く同じことがこのタイニーシムコでね起こってしまったっていう、しまったって言ったらあれですけど起こったんですよ。なんでもう本当に超シャローから本当に超ディープ、もう水深15メートルとかねのディープとかでも全然狙えるし、水深ね30センチしかないようなところでも軽いモデルを投げれば使えるし、もうとてもね僕の中で重宝してます。でね、この3モデル基本的には同じようなアクションなんですけれども、基本的にはこのスタンダードモデル、このね SW モデル 9g モデルが一番バランスはいいかなと思います。投げてもよしジギングでもよしっていうような感じになってると思います。でそれよりちょっと軽くしたいなって時はこの 7g で、この 7g にすると低速時のアクションが 9g よりゆっくりのスピードでも泳ぐようになってくれます。で逆に 9g より重いところでやりたいなっていう時はこの 12g がとてもいいと思います。これ 12g にすると 9g よりちょっとね直進安定性が落ちたりとかっていう問題もあったりするんですけれども、もうそれを補ってあまりあるメリットがねこの 12g にあって、僕の中でもこの 12g がもう とにかく、釣りしてる場所がね五大湖ってこともあると思うんですけれども、すごい出番が多いのが 12g になってます。なんでこれはもう皆さんの釣り版に合わせていろいろ試してみていただければなと思ってます。はい、次にタイニーシムコのフックセッティングについてお話ししたいと思います。このタイニーシムコなんですけれども45なんですけれど、オリジナルセッティングは、市川さんのカマキリライトワイヤーの12番を2本セットしてあります。こんな感じですね。でこの針ねもうめちゃめちゃ刺さるんで、もうありとあらゆるところで刺さるんで気をつけてください。でちょっとねこのワイヤーが細めなのでタックルはちょっとね柔らかめのタックルがいいと思います。でドラグもね使ってもらうのがいいと思います。でね、そんな感じで2本セッティングしてるんですけれども、もしこれでどうにも太刀打ちができないっていう場合は、魚がでかくてね僕よくやってる方法なんですけれども、12番の針を両方取って後ろにね10番の針を1本だけつけるっていう方法を僕はよくやってます。このね12番と10番ってねちょっとしかサイズ違わないんですけど、強度はねだいぶ違うんですよ。なんででかい魚を狙う場合はこういうセッティングもありだと思います。でその時にちょっと一つ気をつけていただきたいのが、これもオリジナルセッティングもそうなんですけれども、針取り替えていただく時に覚えておいていただきたいのが、針はねこの方向で装着してください。
Y の字、後ろから見て Y の字になる方向ですね。でこれを逆につけちゃうと、この1本のこのフックポイントが背中にしょっちゃったりして、アクションが死ぬ時があるんで、この方向につけていただくと、その現象を最小限にしていただけると思います。はい。あとね、このワンフックにするといいことのメリットもう一つあって、根がかりがまず減るっていうのがまず一つと、あとね、アクションのねレスポンスが上がります。このバイブレーションももっとキビキビ泳ぐのようになりますし、あとフロントアイ使った時にこうダートさせた時にダート幅なんかのこの飛ぶ幅もこの針1本にした方が上がるんで、そういう使い分けもしてみていただいてもいいかもしれないなと思ってます。はい、ちょっとね最後にタイニーシムコを使っていただく上で一つ覚えておきたいことがあります。それはトゥルーチューンです。でこれね、タイニーシムコってとにかく限界ギリギリの、アクションレスポンスを絞り出すように作っている関係で、中にはチューニングが必要なものがあると思います。でその場合なんですけれども、この背中の愛でいじるのが一般的だと思うんですけど、このタイニーシムコの場合は背中はまずいじらないで、お腹のワイヤーで調節してみてください。で具体的に言うと、例えばこっちに泳がしたいのにルアーがこっちにちょっと微妙に傾いて泳いでしまうっていう時は、このお腹のワイヤーをこっちに曲げてください。で逆にルアーがこっち側に傾いて泳ぐ場合は、このお腹のワイヤーをこっちに曲げて調節してみてください。これをペンチでグッて曲げていただくと、スッとアクションがまっすぐ泳ぐようになると思いますので、試してみてください。おそらくね、背中のワイヤーをいじっていただくよりお腹のワイヤーをいじっていただいた方がチューニングしやすいと思います。でその方法をここに書いてますんで、分かんなくなったらこれ見てください。これルアーがこっちに泳ぐ場合のチューニングはワイヤーをこっちに傾けてくださいっていう風に説明してありますので、これを見て参考にしてください。というわけでね、タイニーシムコ45、もう僕の中ではもうなくてはならないルアーっていうか、もし1個だけハードベイト釣り持っていけるって言われたら、もう間違いなくこれ持っていきますっていうぐらい溺愛してすごい使ってるルアーです。でこれがね、もうバスだけじゃなくって、もうトラウトから何から五大湖の魚たちもう本当に釣れまくってるんで、もう魚種問わず釣れまくってますんで、ぜひぜひ皆さんのフィールドでもうこのタイニーシムコを投げてやっていただければなと思ってます。というわけで皆さん、タイニーシムコぜひよろしくお願いいたします。